こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆用がと言います。武器や防具を作るのが好きです。今回はこちらの包丁を作ってみました。ご覧の通り、鬼滅の刃の鋼塚さん用コスに何本か作ってみました。それでは作り方に行ってみましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。型紙を使ってその形に切り出していきます。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。細い園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ノコギリで程よい長さに切ります。ちなみに中身はグラスファイバーという素材が入っていてとても丈夫です。棒をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具となっております。ホームセンターや100均で買うことができます。熱くなる道具ですので、やけどなどにはご注意ください。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃先に瞬間接着剤を塗って補強します。たっぷりと塗ってこぼれた分はいらない布などで拭き取ります。刃の峰にグルーガンを盛り付けて隙間を埋めていきます。表面がボコボコしているのでグルーガンの先端で撫でて平らに仕上げます。刃の組み立てが完了しました。柄を組み立てます。まずは3つあるパーツを瞬間接着剤で接着します。瞬間接着剤は100均のを使ってます。できた溝部分に刃の棒を接着します。そしてもう1枚のパーツを接着して蓋をします。端が角張ったままだとおかしいので、カッターナイフで斜めに切って角を落とします。これにて組み立て作業が完了です。次は塗装です。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらまずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずマスキングテープをカッターマットにたくさん貼り付けて型紙を写し取ります。それをカッターナイフで切り抜いて貼り付けていきます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。左右1枚ずつ貼り付けます。瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆、そして布を使って塗装していきます。まず筆に塗料をつけて、その塗料を布である程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりはこすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方はドライブラシと呼ばれる方法です。この塗り方で塗るとベースとなる黒がところどころ残って深みのある色合いにできます。とても簡単にできる方法なのでぜひ皆さんもやってみてください。
ちなみに使っている塗料はミスターカラーと言いましたが、こちらはプラモデル用の塗料で、おもちゃ屋さんの模型売り場で売られている商品となっております。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具など使う方もおられると思いますが、そういった場合もできますので、ぜひやってみてください。動画では布を使ってこそいでますが、ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどでも OK です。手元にボロ布がない方はそういったもので代用してみてください。塗装が終わったらマスキングテープを剥がしたら、これにて一通り完成となります。全長は32センチ、重量は 20g となります。製作時間は2時間。材料費は500円となります。中に硬い芯が入ってますので、簡単なことで壊れることはありません。サイトに型紙データやより詳しい作り方、製作時の注意点も載せてます。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載してます。その他何か質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるので、ぜひそちらもご覧ください。そしてよろしければチャンネル登録お願いします。Twitter やサブチャンネルもあります。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。型紙はサイトでダウンロードできるようにしてますが、ではその型紙を僕がどうやって作ってるかを解説したいと思います。必要なものはメモリ付きの紙ですね。工作用紙が一番いいと思います。そして筆記用具です。シャーペン、定規、消しゴムなどですね。まずそれにご覧の通り平面図を描いていきます。書いては消して、書いては消してを繰り返して理想の形になるまで平面図を描き上げていきます。今回はすごくシンプルな包丁なのですぐにできてしまいますが、複雑な武器なんかだと結構時間かかりますね。何時間もかかることが多いですね。ちなみに実のところ僕は最近 JWCAD っていう Windows 用のフリーの平面図描くソフトを使って描いて、それを印刷して使うことが多いです。パソコン上だと簡単にコピーしたりペーストしたりができるので、手書きよりかなりはかどります。興味あれば JWCAD っていうのをぜひ使ってみるのもいいかなと思います。平面図ができたのでパーツごとに切り分けていきます。柄の部分と刃の部分をカッターナイフで2つに分けていますね。ただこの分けただけではまだダメで、これまでの動画を見てもらったら分かると思うんですけど、まず刃の方は色塗り分ける部分の型紙も必要なので、このように一度複写した後、そこの色塗り分ける部分用のやつだけもう一個作ります。今切り抜いてるところが色塗り分ける部分用ですね。できました。そして柄の方も3層構造になっていて、中央の層はパーツが分かれているので、その中央の層をまた作ります。このようにまた複写して、どこで切るかを書いて、そこに合わせて切っていくという形になります。シンプルな作例なのでサクサク進んでますが、実際はどういう構造にするかっていうところで頭を使いますね。型紙が一通り切り終えたので、それぞれのパーツに何ミリ厚のボードを何枚切り出すかっていうのを書いておきます。書いとかないと自分でも結構分かんなくなっちゃうんで、書いといた方がいいです。というわけで、これで型紙が完成しました。ご視聴ありがとうございました。